こんにちは、もずくです。今回はアプデで追加された家具を使ってアプデ前に夢見登録した江ノコロ島の飾り付けとホテル前レイアウト、そしてサブ住民のお家を2軒レイアウトする動画になっております。かなりボリューミーになってしまったので、気になるところだけでも見てもらえると嬉しいです。それでは島の飾り付けから始めていきます。どうぞ。島をぐるっと一周歩きながら神格が合いそうな場所を見つけ次第飾り付けていきます。一つ目は猫のぬいぐるみです。前までは島に生息する生き物としてデコイを使うことが多かったんですけど、猫も生息させることができるようになりました。飾れる生き物が増えると島が生きているように見えるので好きです。しかも元から斜め置きなので自然な置き方になるのも気に入っています。そして2つ目は花手水です。この島は青い壺類を一部のエリアに飾っているので、相性の良さそうなグリーンリメイクの花手水を飾っていきます。他の壺類と違って中にお花が飾ってあるので、住民が手入れしているところが想像できて生活感が出せる気がします。こんな感じで花手水は壺があるエリア、猫のぬいぐるみは猫がいそうなところに置いていきます。そして3つ目はゼルダコラボの女神像です。これはお地蔵さんに見立てて使用しています。ファンタジーテーマでしか使えないかと思いきや、苔がいい感じで和風にも使えました。今回は色の統一感を重視して使わなかったんですけど、かかりこ村のリメイクだと赤い前掛けがついているので、もっと和風に馴染みそうです。引き続き3種類の新家具を島に飾っていき、これで島全体を新家具で飾り付けられました。ではここからはホテル前をレイアウトしていきます。見ての通り、この島の時代設定からは程遠い外観をしております。今回は世界観を守りたいのと、夢見だと中に入ることはそもそもできないので、家具で新たなホテルの外観を作ってしまおうかと思います。最初に入り口となる部分に階段の前デザインを貼っていきます。その上に新たな外観となるお城の塔と、間に床の間で壁を作り、シンプルなパネルで玄関を作ります。元のウッドデッキもなるべく和風に近づけるために2種類の石の前デザインを貼っていきます。これを端から端まで貼り終わったら、次は家具を飾っていきます。建物の立体感を出すためにお城の塔の前に瓦の前デザインを貼った屋台を並べ、その上に壺類や木箱を飾ります。そしてホテル看板の横に灯籠と女神像、
ボックスの前に幌馬車、木箱を置き、木を生やすことができないので麦畑で緑を増やしていきます。そして通路に和風なベンチと猫のぬいぐるみを飾ったら、これでホテル前レイアウトは完成です。完全に別物へと変わりました。ゴリ押しで和風に近づけましたが、おかげで世界観は守ることができました。ではここからはサブ住民の内装を作っていきます。1軒目は住宅街に立つお家です。家族で住むお家をテーマに作っていこうかと思います。最初に真ん中のお部屋からです。玄関と居間を作ります。壁はモダンな障子。床はゼグダコラボのコログの森の床。アクセントにスタンダードな茶室の壁を使います。エントランスはそのまま。ライトは白いライトで暗め。環境音は高限にしておきます。では間取りから決めていきます。入り口のみ床を見せたいので、左右の入り口から後ろはナチュラルなフローリングタイルを敷きます。ちなみによく見るとコログの模擬の床は砂ぼこりが立っていて、ラグの上からでも貫通します。後ろ1列だけ余ってしまったので、仕切り壁をラグに合わせ、その手前に床の間と階段ダンスで階段を作り、階段の始まりに合わせて仕切り壁を並べます。左の仕切り壁前は床の間で立体感を出し、玄関の境目に柱を置いて分かりやすく区切りました。そして仕切り壁の後ろには畳のベッドの枕が見えないように配置し、小上がりを作り、余ったところは柱で埋めます。さらに小上がりの入り口半分に木製パーテーションを置き、置かなかった方と階段に縦長のれん、床の間の上に吊るし棚を設置しておきました。これで間取りは完成です。では家具を置いていきます。仕切り壁前に和風モダンな飾り棚を置き、その手前にちゃぶ台、和風モダンな座椅子、座布団、丸いクッションで居間を作ります。物が多いお家の設定にしたいので、角の方に木箱を積み上げます。そしてちゃぶ台上に和風な照明、床の間の前にあんどんを飾ったら、一旦こんな感じになりました。次は小物を飾っていきます。吊るし棚に植物があるので、パーテーションと木箱の上に松の盆栽を合わせておき、ちゃぶ台と飾り棚の上にはたくさん本を置いて、物が多いお家を表していきます。まだ置けるところには亀を置き、玄関の木箱にはスズムシを置いて、音も楽しめるようにしてみました。そして最後に小上がりの後ろに壁に貼ったメモに見立てた色紙を飾ったら、これで真ん中のお部屋は完成です。次は左のお部屋です。台所を作っていきます。壁はスタンダードな茶室の壁、床はコログの模擬の床、アクセントにモダンな障子を使います。エントランス、ライト、環境音は1部屋目と同じです。では間取りから作っていきます。手前側はご飯を食べる場所にしたいので、
1畳の畳を2枚敷き、その後ろにナチュラルなフローリングタイルを敷きます。そして境目に仕切り壁、シンプルなパネルでドアを作り、側面を柱でなじませ、壁沿いにも同じように柱を置きます。ドアの上には横長のレンも設置しておきました。仕切り壁の裏はドアから入れる部屋ということにしたいので、仕切り壁で空間を閉じ、森の床のスペースは石造りのキッチンを向かい合わせに置いて台所を作ります。これで間取りは完成しました。次は家具を置いていきます。キッチンの間に1枚板のテーブルで作業スペースを作り、畳の上は和風なローテーブルと座椅子でご飯を食べる場所を作ります。そしてドアの前にモロッカンなテーブルを飾り、左角に行灯、台所の天井に吊るし棚を2つ並べ、和風な照明を設置します。ドアの裏は柱で埋めた方がドアの先の部屋を想像できると思って埋めておきます。では次は小物を飾っていきます。モロッカンなテーブルの上に松の盆栽、右角には円座の上に苔玉、そしてローテーブルの上は素焼きの食器を3つ並べてたくさん食器が置いてあるように見せます。1枚板のテーブルにはかぼちゃのランタンとサトウキビで作業中に見せ、周りに亀、青磁の壺、金属の亀を飾ります。そして正面の壁に掛け軸、左にオリエンタルな飾り棚、右に表彰状とマイデザインをキャンバスにしたものを飾って、これで左の部屋は完成です。次は右のお部屋です。寝室を作っていこうかと思います。壁はモダンな障子、床はよくある床板、アクセントにコログの模の壁を使います。エントランス、ライト、環境音は他の部屋と同じ設定です。では間取りから決めていきます。一部を畳に変え、境目に床の間を配置、床の間の奥行きに合わせて柱と仕切り壁を置き、さらにもう1枚引き戸のようにずらして配置します。そして床の間の上は窓の前デザインで自然にし、模擬の壁が見えている箇所の一番下に木の前デザインで柵を作ります。壁と仕切り壁の間には縦長のレーンを設置し、前デザインで作った壁に合わせダークウッドのフロアタイルを敷いておきました。続けて手前の畳の境目にも木製ウォールパーテーションと柱を置き、さらに床の間で入り口と右側の空間とで分けました。これで間取りは完成です。次は家具を飾っていきます。書斎も作りたいので、奥の床の間の前に書斎の机とシンプルなチェア、横にカントリーなクローゼットを配置、そして和風モダンなベッドと和風モダンなフロアランプも置いておきます。あとはウォールパーテーションの上に和風な照明、床の間の上に吊るし棚を設置し、一旦こんな感じになりました。次は小物を飾っていきます。ウォールパーテーションの上に松の木の盆栽、クローゼットの上と左の床の間に木箱、そして青磁の壺を飾り、書斎には積まれた本と広げた資料を置いておきます。さらに椅子の後ろにモロッコプフを置き、その上に猫のぬいぐるみ、猫が散らかしたであろう靴下をばらまき、入り口側に額入りポスターで鏡を作ったら、これで右のお部屋は完成です。次は奥の部屋です。お風呂を作っていこうかと思います。壁はバンブーな壁、床はコログの模擬の床、アクセントにモダンな障子を使います。エントランス、ライト、環境音の設定は他の部屋と同じです。では間取りから決めていきます。手前にナチュラルなフロアタイルを敷き、左側にも伸ばします。
伸ばしたところに松の木を置き、そこを柱とシンプルなローパネルで区切り、中庭を作りました。その横をお風呂にしようかと思うので、また柱で区切り、中庭とは壁を変えたいので仕切り壁を置きます。さらに脱衣所も作りたいので、仕切り壁と柱、シンプルなパネルでドアを作り、後ろは見えない場所というのもあって、柱で埋めて中を脱衣所ということにしておきます。そして湯船を配置する場所はバンブーの壁で囲われていたいので、柱の一部を仕切り壁に変え、角度を変えてみたときに中庭の壁が室内と同じだとリアリティがないので、木の板の前デザインのジッコールステッカーを貼っていきます。これで間取りは完成しました。次は家具を置いていきます。まず天井に縦長のれんを設置し、その奥にヒノキ風呂と竹の車止め、お風呂だけ外の床なので下駄も置いておきました。そしてドアの上に和風な照明を設置し、中庭の前に和風モダンな飾り棚、アンドン、右端にモロッカンのトレイテーブルとモロッコプフを飾ります。最後に小物をテーブルの上にお香、飾り棚の上に政治の壺、服の山、床に靴下を一つ落としたら、これで奥の部屋は完成です。次は2階です。最初に設定した物が多い家に沿って、ここは物置部屋にしようかと思います。壁はモダンな障子、床は乾パンの床、アクセントにコログの木の壁を使います。エントランスはそのまま。ライトは広い部屋だと他の部屋と比べて明るさが違って見えるので、オレンジのライトで少し暗めにしておきます。環境音は光源です。では間取りを決めていきます。昔のお家は2階の窓が端から端まであるイメージがあって、なんか千と千尋で千尋がみんなと寝泊まりしている部屋みたいな、それを表すために仕切り壁と柱、カウンターテーブルで窓を作ってみました。左端は床の間で壁を作り、正面の壁の一番上はジッコールステッカーで窓を作ります。そして窓の前のスペース以外は廊下ということにしたいので、畳とライトのバンブーバスマット、柱で空間を分けました。これで間取りは完成です。次は家具を置いていきます。物置といってもある程度の規則性はあった方がリアルかと思うので、棚系の家具を壁沿いに置いていき、最初は物置部屋ではなかったことを表します。そして木箱も壁沿いに積んでいき、ここからどんどん家具を増やしていきます。本来だと真ん中に置きがちなテーブルをあえて端っこに寄せて使っていない感を出し、畳の上にあまり置かなさそうな盆栽棚を2つずらしておきます。そして椅子をバラバラに置き、間を小さめのテーブルや糸車、座布団の山、部屋の角にタヌキの置物、数日泊めてもらった旅人が寝させられるであろう布団を置いて、空いたところは散らばった紙を配置します。天井には床の間上に吊るし棚、部屋の真ん中に和風な照明を使っていない部屋なのでライトを消して設置し、一旦こんな感じになりました。次は小物を飾っていきます。壺類と本をたくさん置き、量は増やしながらも同じ家具にしてまとまりを出します。その後は木製のバケツ、ミニだるま、火を消した状態のキャンドルのように単体で置く小物を飾っていきます。そして窓際に猫のぬいぐるみを置き、右の壁に掛け軸、左に表彰状を一つだけずらして落ちているように見せ、これで物置っぽくなりました。最後に
雲の巣をリアリティを出すためになるべく家具と重なるところに配置して、これで1軒目のお家は完成です。最後は町屋通り近くの海沿いの家の内装を作ります。最初に真ん中のお部屋からです。海が近いということもあって、魚料理が食べられるお店にしようかと思います。壁はシックな茶室の壁、床は玉砂利の床、アクセントにボロい土壁を使います。エントランスはそのまま、ライトは青いライトで真ん中より少し暗め、環境音は海にしておきます。では間取りから決めていきます。地面に座って食べるタイプのお店にしたいので、玄関部分を開けてナチュラルなフロアタイルを敷きます。予約席もあるようにしたいので、左端に1つフロアタイルを敷き、階段ダンスと大理石の柱で2階に行く階段を作り、その横を木製の柱と仕切り壁、大理石の柱で閉じます。そして奥の入り口半分を仕切り壁で隠し、階段横を床の間で壁を作って立体感を出します。そこにつなげてカウンターテーブルと柱、仕切り壁でお会計スペースを作りました。階段上と左端の通路の上には縦長のれん、そしてカウンター上に和風な照明も設置。玄関の左右には柱を置いて奥行きを出したら、これで間取りは完成です。次は家具を置いていきます。メインの壁がシンプルで寂しいので、仕切り壁前はなるべく大きなタンスを置いて壁を埋めるためにアンティークなワードローブを置き、通路から少し見える位置に和風モダンな飾り棚、その横に木製の物置、手前の仕切り壁前にはカントリーなクローゼットを配置します。そして今回は立体感を優先して右の入り口前に床の間を置き、代わりにその横にジッコールステッカーと一枚板の看板で入り口を作ります。左の入り口もボロい土壁と同じ色を入れてバランスを取りたかったので、カーテンのパーテーションを置きました。では食事をするスペースを作ります。テーブルは和風なローテーブル、椅子は和風モダンな座椅子を使います。そのセットを向きを変えて左側にも配置し、玄関に下駄をランダムに並べました。そして角に和風モダンなフロアランプも配置して、一旦こんな感じになりました。では次は小物を飾っていきます。魚のコンテナを派手なリメイクでなければ、この島の時代設定でもまだ馴染むかなと思い、カウンター周りにいくつか配置し、まな板の上のコインも置いて魚料理屋さんを表します。そして料理はスズキの香草焼き。あともう一つ料理を置くんですけど、寿司だと色使いが多いし、スズキの香草焼き以外はこの時代にしてはおしゃれな料理すぎたので、家の周りにいくつか置いた青い壺類に合わせて青い食器のタンユンを使うことにしました。なのでそれに合わせてタンスの上や床の間の上に青い壺類を飾っていき、飾り棚の上には魚のコンテナ、カントリーのクローゼットの上には木箱を置き、こんな感じになりました。次は壁を飾っていきます。
正面にオリエンタルな飾り棚を右半分だけ使い、仕切り壁にくっついているように見せて、お品書きのチッコールステッカーも貼ります。左にもメニューに見立てた色紙とチッコールステッカーを貼り、入り口側は一枚板の看板と左右に障子のチッコールステッカーでドアを作りました。すると全体はこんな感じです。最後に壁で隠れるところにフラワーシェードのスコンスを仕込ませたら、これで真ん中のお部屋は完成です。次は奥のお部屋です。作業場を作っていこうかと思います。壁はボロい土壁、床は廃墟の床、アクセントにオリエンタルな壁を使います。エントランス、ライト、環境音は1部屋目と同じです。では間取りから決めていきます。正方形の間取りではないようにしたいので、奥の壁から離れたところに大理石の柱で太い柱を作り、仕切り壁を置きます。その横に木製の柱と縦長のレンで入り口を作り、間取りは完成です。では家具を置いていきます。奥は台所にしたいのでかまどを置き、その横は柱と木製ウォールパーテーションで棚を作ります。そして同じく右にも柱を置き、かまどの右側は障子のチッコールステッカーで勝手口を作りました。太い柱周りは作業場にしたいので、アンティークのワードローブを2つ置き、木箱を積み上げ、真ん中に工作台、シンプルなチェアをバラバラに置いて、さっきまで作業をしていたかのように見せます。そしてテーブルの上には和風な照明を配置しました。右側はスクエアなバスタブを生けすに見立て、周りに積まれた魚のコンテナ、箱椅子の上に桶に見立てた洗面器、そして木箱を角に置いたら、一旦こんな感じになりました。では小物を飾っていきます。作業スペースに魚のコンテナとカッティングボードを置き、木箱と小ぶりな壺も追加。かまどの横にも魚のコンテナを置いておきます。次は壁です。生けすの上に一枚板の看板、木箱の上にマグネットナイフラック、お品書きを左右の壁に飾ります。そして最後に家具で隠れる場所にフラワーシェードのスコンスを仕込ませたら、これで奥のお部屋は完成です。次は2階です。1階をお店にしたので2階は自宅にしようかと思います。壁は落ち着いた茶室の壁、床は乾パンの床、アクセントにボロい土壁を使います。エントランス、ライト、環境音は他の部屋と同じです。では間取りを決めていきます。右に仕切り壁、床の間、壁として使用する床の間、柱を置き、左には階段ダンス、床の間で階段を作り、その横に仕切り壁と柱、シンプルなパネルでドアを作ります。そして階段上に縦長のレン、階段部分だけチッコールステッカーで壁を変え、表向きに置いた右側の床の間は床の間というよりかは別の部屋への入り口のように使いたかったので、壁に障子のチッコールステッカーでドアを作りました。間取りはこれで完成です。次は家具を置いていきます。くぼんでいる場所は棚を並べ、その手前に一枚板のテーブルを置き、居間を作ります。この時に床の網やみの位置が気になるので、ムシロのラグで隠し、テーブル周りに和風なベンチを配置、テーブル上に和風な照明も設置して、一旦こんな感じになりました。左側には木箱を積み上げ、和風モダンな飾り棚をもう一つ配置、家族分の布団も置いておきます。右側にはあんどん、和ダンス、木製の物置を置き、次は小物を飾っていきます。他の部屋と同じく青を取り入れたいので、座布団をテーブル周りに置き、片方には猫のぬいぐるみも置いておきます。
そしてテーブルの上に素焼きの食器でたくさん食器を並べ、木箱や壺類など素朴な小物で飾り付けていきます。右側にはマグカップシェルフと大きな絵皿で食器を飾る場所を作りました。次は壁です。正面にシンプルなウォールシェルフ、マイデザインをキャンバスにして飾り、左には鹿のオブジェ、右には魚拓、入り口に障子のチックオールステッカーでドアを作り、こんな感じになりました。最後に家具で隠れる場所にフラワーシェードのスコンスを仕込ませたら、これで2軒目のお家は完成です。いかがでしたでしょうか。今回は新家具を使って島をアップデートさせてみました。また江ノ島の夢見も更新しておくので、ぜひ遊びに来てください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。